は、ネイジの猪俣です。いつもチャンネルご視聴いただきありがとうございます。普段はハンドメイドで作り方を配信しているんですけれども、期間限定でこの春北欧5カ国を周遊してきた旅の様子を Vlog で配信しています。旅の目的は訪れた国で手芸店を探して観光もしつつ珍しい布を探してくるというテーマで旅をしています。よかったら旅の Vlog も楽しんでいただけたら嬉しいです。ということで今回はオスロからストックホルムに向かう動画からスタートします。この日のオスロの市内観光編は別の動画でも紹介していますので、よかったらそちらの方もご覧になってください。予定してた時間より少し遅くなっちゃったんですけど、ホテルから駅までなんか10分ぐらいで到着したんですよね。なので意外と早く空港に向かうことができました。中央駅から空港までは118ノルウェークロームでだいたい日本円で1500円ぐらいです。空港に着いて時間が結構あったんですけれども、タックスリターンを手続きしてたりとか、あとエチオピア空港のチェックインカウンターがですねちょうど真逆にあったので、意外と時間がかかって、スーツケースの荷物も20キロまでっていう風に言われて23キロって勘違いしてたので1キロオーバーしてたんですね。でもね、多めに見てもらえたのでラッキーでした。コペンハーゲンの時はなかったんですけど、出国審査があったのでちょっとねここで戸惑いました。エチオピア空港は初めて乗ったんですけれども、機内もね綺麗でしたよ。機内食はジュースをいただきました。こぼしちゃったのが痛かったです。でちょうど日暮れ時だったので夕日が綺麗だったんですよね。で空港到着してるんですけど、こうやってねちょっと眺めてました。飛行機のチケットは日本からスカイスキャナーを利用して予約したんですけれども、だいたい8000円ぐらいだったので、だいぶねリーズナブルでした。オスロ空港もそうだったんですけど、ここも空港のトイレがすごくね綺麗でした。でここからはバスに乗って市内に向かいます。だいたい飛行機降りてから30分ぐらいでバスに乗れた感じです。市内までは150ノルウェークロームでだいたい日本円で2000円ぐらいです。45分ほどでストックホルム中央駅に到着しました。ストックホルムでの滞在先はエアビーになりました。初めての場所なのに電車に乗って行かなきゃいけなくてだいぶ迷ったんですけれども、無事23時頃かな到着しました。バスタブもついてたので利用させていただいて、久しぶりにゆっくりできました。で朝食もいただいて、洗濯物も溜まってたものを片付けて市内に向かいました。で前日ね散々電車に乗り間違えたので目的地はスムーズに到着しました。この日はどこを観光するのかリストアップして駅を確認してから出ていきました。最初の目的地はストックホルム市立図書館です。正面の入り口は工事中だったんですけれども、外観からねとっても素敵でした。で中に入るともう映画の世界のようなもう書籍がずらーっと並んでてとっても素敵ですよね。360度見渡す限り本がぎっしり保管されてるんですよ。でね、だいたい何冊ぐらい保管されてるんだろうって調べてみたら、図書は200万冊で、その他含めると440万点も所蔵してるということです。こんなに本があったら一年中ここで過ごしても全然足らないぐらいですよね。本好きにはたまりません。ただ私も読む時間がないからね、最近は本読めてないんですけれども、ちなみにこの図書館が着工されたのは1920年から28年だそうで、日本でいうと昭和3年ですよ。もうこんな近代的な図書館があったってすごいですよね。結構同じように動画撮ったり写真撮られてる方多くいらっしゃいました。30分以上いた気がしたんですけれども、そこまでね長く滞在してなかったですね。でここね駅の名前がおでんプランって読めるんですけど、正確にはウーデンプラーンって読みます。図書館遠くに見えますね。また行きたいな。そしてまた同じグリーンラインで戻って2つ目の目的地ガムラスタンに到着しました。今回ね方向も間違えなかったし、乗り換えなしで来れるから本当に便利でした。なんでこんなに駆け足かっていうと、今度こそ兵隊の交代式が見たくてストックホルム宮殿まで来ました。でこの日は日曜日だからか結構ね観光客の方とかもすごくね多かったんですよね。でずっとコペンハーゲンとオスロと見逃してきたので、今度こそと思ってね時間前から待機してました。
何が始まるのかなって感じで見てたんですけど、兵隊さんかっこいいですよね。ただそれだけなんですけど、目の保養にしてきました。気づいたら結構すごいですよね、人が。日曜日なんですけど平日も同じことをしてるので、ゆっくり見たい方は平日の方がいいかもしれないですね。結構いいところはもう早めに来てる方がいらっしゃいましたよ。結局この式典最後まで見学させていただきました。これね、毎日交代式やってるそうですよ。しかも出待ちまでしちゃって、ちょっとねずっと見ちゃった。なんかこう行進とかいいですよね。しっかり最後まで見学させていただいて、この後ランチに向かいます。どこで食べようかなってね探してるところです。ちょうど2時にランチをいただきました。なんかね、広場のところで素敵なレストランがあって、ここにしようと思って座ったんですけど、ちょうどね私が探してた場所だったんですよね。しかもまたいい席に座れて、まずはねビールをいただいて、大好きなねフィッシュ&チップスをいただきました。眺めもいいし、お魚もすごく美味しかったです。でこちらではチップ 10% 上乗せして374クロームで、日本円でだいたい5000円ぐらいです。昼間に飲むビールってなんでこんなに美味しいんでしょうね。この広場にはノーベル賞博物館が目の前にあったんですけど、明日来ればいいかなと思って次の場所に移動しちゃったんですよね。そうしたら月曜日は休館日で見ることができなかったんです。本当に残念でした。ヨーロッパに限らずかもしれないんですけれども、意外と月曜日が休館日のところって多いんですよね。これから旅を計画されている方もちょっと頭に入れておくといいかもしれないです。でここの建物ずらっと並んでいるところなんですけど、この中に私いたんですよ。なんかこの場所探してたんですけど、実際そこにいたっていうね、なんかそんなことがありました。で結構ランチもゆっくりできたし、このガムラスタンも少しねゆっくり見ることができました。布屋さんもちょっとね覗いてみたり、お土産屋さんとかも見たんですけど、ちょっとね時間もないのでまた次の目的地に向かいます。ガムラスタンはなんか可愛い小道もたくさんあるし、こう雑貨屋さんもねたくさん並んでるので、駅にね向かうまでの道もすごくね可愛かったので目移りしちゃいました。次に向かったのは飲みの市です。ヒュートリエット広場に向かいました。駅を降りて広い通りを渡るとすぐに見えてきます。この信号機も可愛いですよね。どこを押すのか分かんなかったんですけど、ここはノーベル賞授賞式が開催される建物の目の前の広場になります。フリマとか結構ね大好きなので、外からこの光景が見えてきただけで興奮しました。端から端までゆっくり見たかったんですけど、マーケットは16時で終わりなので、この時ねもうね3時半ぐらいだったんですよね。少しずつ片付けてるお店とかもあって、結構駆け足で見て回りました。ちなみにこういう飲みの市は現金だけなので、キャッシュがないとお買い物できないので、ここでね急いでちょっとね両替だけしておきました。歩いてすぐのところに両替の場所があったので便利でしたよ。アンティークっていうか、デッドストックの食器類がすごくね多かったですよね。アラビアとかやっぱり特に多かったんですけど、ここはなんとなく観光客目当てな感じなので少しねお高めでしたね。ヨーロッパでは結構週末にこういう飲みの市をやることが多いので、毎回ね楽しみにしてるんですけれども、ここはちょっとね掘り出し物なかったですね。残念でした。でもね目の保養になって楽しめましたよ。この日はお天気も良かったし、日陰だとちょっと寒いんですけど半袖の方もいらっしゃるぐらい結構ねいい陽気でした。でこの後はまた違う目的地に向かいます。でこの日の最後の目的地はちょっと郊外にあるので、電車とバスを乗り継いで向かいました。
でちょうどバス停で待ってる時にランドセル背負ってる方がいらっしゃったんですよ。思わずね声かけようかなと思ったんですけれども、そこはねちょっと控えておきました。でバスを降りてちょうど閉館5分前に到着しました。ドロットニングホルム宮殿になります。もうね閉館直前だったんですけど、その門の中の入り口のところまで行くことはできました。中には入れなかったんですけど、でちょうど出たところでもう閉まっちゃったって感じですね。本当にギリギリでした。遠くから見ても淡い黄色が印象的な宮殿でした。で目の前にはこんな感じで湖が広がってました。波もなくて穏やかで、時間的にも人もいなかったんですけど、写真撮影とかねされてる方とかいらっしゃいました。でぐるっと回ってきたところです。どっちが正面なのかな、こっちが多分正面じゃないかなって思うんですけど、この前のところがちょっと広場みたいな感じになってて、どことなくコペンハーゲンの王の庭にも似てたんですけど、あの植栽の垣根の手入れはさすがにかなわないなっていう感じですよね。でもやっぱり綺麗かな。中には入らなかったんですけど、外から見るだけでも十分楽しめました。でもいつかねまた時間があったら見に行きたいなって思います。だいたい6時間ぐらいの市内観光だったんですけど、見たかった場所は全部見れたかなっていうところです。それでこの後はエアビーに戻って、その駅の最寄り駅のスーパーでデリをお買い物しました。で部屋に戻ってレンチンして夕飯を食べてまた出かけていきました。でもう一度来たのはガムラスタンなんですけど、で駅を出てすぐ道の反対側がすごくねおしゃれだったので来てみたんですけど、ここはガムラスタンと橋で結ばれてたリッターホルメン島です。時間にしてだいたい8時前なんですけど、まだ明るいですよね。でここもねすごく際立ってたので見に来てみました。後からね調べてみたら、リッターホルム教会といってスウェーデン最古の教会の一つだそうです。ここはね貴族の館っていうそうです。中はね見なかったんですけど、中どうなってるんでしょうね。ガムラスタンは夜のライトアップが綺麗だよということで来てみたんですけど、ここはね魔女の宅急便の舞台になったことでも有名なんだそうです。実際ワンデーツアーで屋根を歩くツアーっていうのがあったんですよね。さすがに足腰に自信がなくって諦めたんですけど、もうちょっとね体力があったらやりたかったですね、映画みたいに。まだこの時間早くてライトアップはしてなかったんですけど、夕暮れ時のねグラデーションがかかった空の色って綺麗ですよね。でちょうど正面に見えるイタリア国旗のお店が今日のお昼ランチをした場所になります。でここがノーベル博物館になります。明日来る場所と思って撮ってたら、ちょうどね月曜日が休館日っていうことが見えちゃって、もうめっちゃショックでした。またいつか来れるかな。でここはお昼に皇太子を見た宮殿になります。改めて見るとすごくね立派な建物でした。この後ね急に衛兵さんが大声で注意してたのでびっくりしてみたら、入っちゃいけない場所にいた観光客の人がいたみたいです。本当にねびっくりしたんですけど、気をつけなきゃいけないですね。で時間も遅かったし人もねほとんどいなかったんですよね。だからゆっくり回ってみれたんですけど、ちょっとね面白いところに行ったんですよ。ここね何が見えるかな、アイアンボーイがいるんですけど、もう見えてるんですけど分かりますでしょうか。ちょっと近づいてみますよ。この子です。このコインが置かれてるこんなちっちゃいの、もう手のひらサイズのちっちゃい子でした。これ誰が何の目的で置いたのかわからないんですけどね。ここもね結構観光地化されてるので本当は人がいっぱいいるんだと思うんですけど、時間的とあと時期的に誰もいなかったのでいろんなアングルから撮ってみました。本当にちっちゃいですよね。ベルギーのションベン小僧に近いぐらいちっちゃいです。多分言われなかったら気がつかないと思います。こうやってねコインが置いてあるからわかるけど、お札とかね握らされてましたよ。入り口は2箇所あって、このオレンジのこの部分から入ることもできました。で Google マップにも表示があるので意外と迷わず来れると思います。ガムラスタンにはもう一つ面白い場所があって、そこもね Google マップに載ってるんですよ。それを頼りに行ってみました。
なんとここなんですよ。何かわかります？ここね、こう前にね人が通ってるからちょっとわかるかなと思うんですけど、細い細い路地になってるんですよ。ここはねストックホルムで一番狭い小道として有名です。もう両手を広げると壁と壁に手がつくぐらい狭い路地になってます。で反対側まで来てみたところですね、反対側は何でもない入り口になってるんですよね。さっきのところの方が門があってちょっとおしゃれな感じなんですけど、気がつかないと通り過ぎちゃうぐらいの路地になってます。せっかくなのでここからも入ってまた元の道に戻っていきました。少しずつねライトアップされていくんですよね。まだこの時間点灯されてないですけど、この後ねちょっとずつライトアップされていくので少しね変化が楽しめるかなって思います。ちょっと映像だと怖い感じですけど、ライトがあるから危なくはないですよ。こんな感じで手がねもう両手ついちゃうぐらい。ということで元の道に戻ってきました。ここにね道があるなんて気がつかないですよね。まさに、ね、ジブリの世界だなって感じですね。もう気づいたら1時間ぐらいこのガムラスタンでちょっとねお散歩してたわけなんですけど、すっかりね日も暮れたのでエアビーに戻ります。3時間ほど夜の観光も楽しめました。ストックホルムに来て2日目の朝です。最終日はちょっと早起きしてスタートしました。スーツケースに荷物まとめてチェックアウトも早めにしています。この日は夕方の船でヘルシンキに向かうので、それまでエアビーで荷物を預かってもらうことにしました。最初に来たのはセーデルマルム島になります。朝早くて9時前だったのでお店はねどこもやってないんですけど、 Google マップで眺めのいい場所があったのでそこに来てみました。駅からは歩いて10分ぐらいで到着しました。ここねちょっと高台になってて対岸の眺めもすごく良かったです。一人だったのでうわーとか言いながらねちょっとね満喫してました。すごく遠くにガムラスタンも見えますよね。ここねとってもいい眺めなのでぜひ来てほしいです。あとねそうそう遊園地も見えたんですよ。なんだろうここと思ったんですけど、そうそう珍しい鳥がいたの可愛いですよね。でここからはバスに乗って今日の目的地のグスタフスベリに向かいます。スルッセンからは433番のバスで向かったんですけど、ナビ通りに行ったらちょっとね乗り換えありだったので戸惑いました。で隣に座ってたお兄さんに間違ってないかなって聞きながら行ったんですけど、乗り換える場所を教えてもらいながらなんとか無事に到着しました。実際にはスルッセンから1本のバスでここに来ることができます。本当はスルッセンから30分ぐらいで来れる場所なんですけど、今回乗り換えがあったので40分ほどかかりました。それでも10時オープンに間に合ったので良かったです。周りには港もあってすごくね景色もいい場所でした。で今回の目的はイッタラのアウトレットです。ここねすごく楽しみにしてたのでちょっとね興奮しながら買い物回りました。ちょっとだけ見る予定だったんですけど意外とね長居しちゃいましたね。いろいろねお皿とか選ぶ時間とか、もう久しぶりにお買い物タイムなんですけど、ずっとスーツケースの重さを気にしてたので、この後船に乗るので荷物の重さ気にしなくて大丈夫なのと、あとはもう日本に帰るだけなのでここでは結構ね思いっきりお買い物しようと思って決めてきました。あとまとめて買うとタックスフリーが受けられるのでここでも申請をしました。アラビアの食器もねすごくねたくさんあったんですけど、そういえばムーミンってカバだと思ってたんですけど、どうやらね違うみたいなんですよね。ムーミンっていう生き物っていうのが正解らしいですよ。アウトレットなんですけど通常商品の扱いもあったり、あと別にセールになってたり訳ありのものもあったりしてブロックごとに分かれてて、店内ねくまなくチェックしてきました。いっぱい買いたいんですけどもう割れちゃってもやっぱり怖いなっていうのでちょっと抵抗もありつつ少しだけお買い物はしてきました。この後ヘルシンキにも行ったんですけどユーロ高ということもあってここのストックホルムのアウトレットが一番安かったです。すっかりお買い物も満喫してアラビアのキッチンクロスとかね珍しいのもお買い物できました。タックスフリーで返金されたりしたのでだいたいね7000円ぐらいでお買い物してます。この後隣にあるグスタフスベリの工房に来ました。
ちょうどねバスの時間が11時3分だったのでもう大急ぎだったんですけど、ちょっとだけ覗こうと思ったらちょうど餌付けをされてる方がいて撮らせていただきました。で時計見たら11時2分でバス停見たらもう来てるんですよ。もう急げーって感じでまたね走ってなんとか乗ることができました。あともうちょっと痛かったんですけど、前日に購入した電車のチケットが24時間の有効期限があったのでもうね移動するしかなかったんですよね。でこの後またスルッセンに戻ってきて水上バスに乗りました。本当は行く場所があったんですけど、ちょうどね船が戻ってきたところが見えちゃったんですよね。もうせっかくなので乗っていこうかなっていうことで、今度は70分有効のチケットを買って水上バスに乗っています。だいたい片道10分っていうことだったので、せっかくなので乗ってきました。水上バスはコペンハーゲンでも乗ったのと同じような感覚ですよね。なかなか観光船も乗れなかったのでちょうどいいタイミングでした。朝高台から見てた景色と同じ景色を見ることができました。そしたらね遊園地も見えてきたんですよ。こうやって見ると結構大きな遊園地に見えますね。でだいたい10分ほどで上陸しました。遊園地には行かなかったんですけど、どんなところかなって感じでぐるっと見て回ってすぐねまた船で戻って行っちゃうんですけど、5分ぐらいかな、短い滞在時間でした。ちょっとこの日はねお天気が曇りだったかな。ずっと晴れが続いてたので観光してる時は青空が見れて本当にね良かったなと思いました。ストックホルムの交通のチケットはワンウェイの70分の有効のチケットと、あと1日の24時間チケットとか3日間とかいろいろあるんですけど、この水上バスとか電車とかバスも全て乗り放題なので、全部ね観光地が決まってる場合は持ってると便利かなと思います。スマホがあればアプリでも十分なんですけど、Suicaみたいなカードもあってチャージして使うこともできるみたいです。有効期限が3年って言ってたような気がします。ただ持ってくの忘れたら使えないですよね。で船を降りたら本来の目的地だった布屋さんのヒルダに向かいました。ここはストックホルムのデザイナーさんが自分でデザインしたオリジナル生地を使って作品を販売されているお店です。動画も撮ってたと思ったんですけど残ってなかったんですよね、お店の様子。ちょっと残念でした。でヒルダから歩いてきました。ストックホルムで見つけた2軒目の手芸店になります。ナビ通りに来たんですけど、ここでいいのかなってぐらいブティックみたいにおしゃれなエントランスだったんですよね。で1階はなんか雑貨とかファブリックが置いてあったんですけど、2階に来たら布がねこうずらって並んでて、もう素敵ってテンション上がって、これとこれとこれ買おうって決めて店員さん呼んだんですよ。そしたらねものすごい金額が高くて、なんとメーター3万2000円以上しました。最初聞き間違いかと思ってスマホの電卓を見せて数字を見せて確認したんですよね。そしたらね店員さんにやって笑ってました。ちょっとさすがに手が出なかったので今回は諦めてきました。なので撮影だけさせてもらいました。ここも歩いてこれたんですけど、だいたいね20分ぐらいだったかなって思います。ここは前日も来たマーケット広場で、週末のね昨日はね結構人がにぎわってたんですけど、平日だからかね結構静かなもんでした。ベリーがね売ってるお店があったりとかすごいね美味しそうだったんですけど、ちょっとここはねランチ行こうかなと思ってたので我慢してます。今回のランチの場所はこのビルの地下になります。地下は市場にもなってて新鮮なお魚とかお肉がね並んでました。でも私の目的は今回はこちらスープのお店です。ここだけ行列だったんですけど、そんなに待たずに入ることができました。ここはね地元の人にも人気のスープがいただけるレストランだそうです。スープは魚介たっぷりですごく美味しかったですよ。ということで今回の動画はここまでになります。次回はいよいよヘルシンキに向かいます。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。